Let's explore languages with Noriko Watanabe. 渡辺典子の多言語講座セッション1。本日はですね、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語を同時に学ぶ講座というのをしようと思っています。で、この講座は、ラテン語を起源とする4つのロマンス言語を比較しながら学ぶという、ちょっとユニークな感じで始めたいと思っています。で、このロマンス語をこう並べて研究するっていう学問、分野は、結構いろんなところでやってるんですけども、それぞれ特徴や共通点を明らかにして、これは学問、この講座では学問というよりも、語学を楽しく効率よく学ぶコツとか、その勉強の仕方を共有することを、目標としています。本日、講師を務めさせていただきます、渡辺典子と申します。で、なんでしょう。私、花さんの YouTube とか、iJet とかに出てるので、私のことご存知な方もいらっしゃるかもしれませんし、全く誰やねんお前と思ってらっしゃる方もいるかもしれないので、少しちょっと自己紹介させていただきますと、私、幼少期にスイスとベルギーで、行ったり来たりはしてたんですけれども、大学進学くらいまでは、ヨーロッパで多言語国家で生活していて、で、大学は日本の大学に進学するために日本に帰ってきたという、経歴がありまして、そのために多言語国家に育ったので、おのずといろんな言語に興味を持つという、人生を歩んできてですね、34言語とかあって、一応花さんの YouTube にはなっていますが、勉強した数だと50言語ぐらいあるかもしれないなと思いますけど、ちょっとよくわかりません。数えたことがないので。たまたま34言語っていう時はちょうど万博の仕事をしていたので、ちょっとそれぐらいの数を扱ってたというだけの話なんですけれども、本日はよろしくお願いいたします。私、外国語を勉強するときに、まず何をするかと言いますとですね、この言語はどんな言語なんだというのを、調査するということを基本的にやっています。なぜかというと、ちょっとディスコードにも書きましたけれども、山に登るのに、その山がどこにあって、どんな山で、どれぐらいの高さあってっていうことを知らなくて、登る人いないと思うんですよ。持っていくものも変わっていくだろうし、着ていくものも変わっていくだろうし。で、もちろん、お家建てるときも、図面もないのに、じゃあ建ててくださいっていうことはないと思うので、私は一応言語の図面っていうか、その言語の輪郭をまず、ぼやーっと知って、ちょっとその図面を読んで、この図面だったら私やっていけるかなと思ったら、次は柱を立てることを考えます。で、柱っていうのは言語で言えば、ちょっと文法を覚えたりとか、語彙を覚えたりとか、そういうことをしていきます。なので、今回この講座では、まず、この言語のそれぞれの輪郭をどんなものかというのを、皆さんと一緒に研究するみたいな感じで、やっていきたいな、というふうに、思っています。で、ご存知だとは思いますけれど、ヨーロッパは大体これ、ざっくりなので、ここにフィンランド語とか、ハンガリー語とか、全然スラブ語じゃない言語のエストニア語とかについてはちょっと、今回は言及してないんですけれども、大体ざっくりヨーロッパは、ゲルマン語とスラブ語とロマンス語系に、3つの傘に覆われてるっていうのが、ヨーロッパの、感じなんですけれども、で、今回はその中のロマンス語系というのを、ちょっと掘り下げていきたいなとか、言葉の輪郭みたいなものを、探っていけたらなというふうに思っています。で、ここに、地図のあるように、大体はフランスを中心に、イタリアがあって、スペインがあって、スペインの横に、ポルトガルがあって、で、ここが、大体、一般的に言われるロマンス語系なんですけれども、この
赤い、スラブ語系の下のところに書いてある赤い丸のところは、まあ、おおよそルーマニアあたりなんですけど、ルーマニアとモルドバとかは、ルーマニア語なんですが、もともとは本当に似たようなロマンス語系で、似たような言語だったんですけれども、一がこのスラブ語族の言語に囲まれたりとか、まあ、ハンガリーとかに囲まれていたりすることがあって、語彙の面で随分変わってしまったのと、まあ、文法も結構影響があったり、発音もちょっと、影響を受けたりとかして、ちょっと東ロマンス語系と言われて、いわゆる一般的に私たちが言うロマンス語系と違いが出てきている言語のところです。で、まあ、この講座では時々、ルーマニア語のこともちょっと触れたりはすることになるとは思うんですけれども、で、大体ですね、どれぐらいの人たちが喋ってるかというと、スペイン語で約5億人います。で、フロンスペイン本国と中南米と、それからに、まあ、たくさん話者がいます。ポルトガル語で 2.6 億人で、ほとんどがブラジルの方ですね。いわゆる、ヨーロッパのポルトガル語っていうのは、ポルトガル語を喋る人っていうのはもう本当にごく、わずかなんですけれども、ほとんどがブラジルポルトガル語なんですね。だから日本でテキストを売ってても大概がブラジルポルトガル語のテキストが売ってるんですけど、かなりっていうか結構、私今音声動画を作っているんですけれども、なかなか難しい。ヨーロッパのイベリア・ポルトガル語の発音をきちっと、できるっていうのはなかなか難しくって。で、どうして、スペイン語は、中南米のスペイン語でも、ヨーロッパのスペイン語でも、そんなになんていうんですかね、差異がないことはないんですけど、割と強調してるんですけど、それは、やっぱり一応中南米とスペインですり合わせたりとかしてるみたいです。でも、ポルトガル語に関して言えば、ポルトガルってもう昔、大航海時代っていうんですかね、映画を極めた国なので、プライドがあって、ブラジル、ポルトガル語なんかに合わせてやるかというところが精神としてあるみたいで、合いません。で、どちらかというと、スペインのちょうど、ポルトガルのちょっと上ぐらいに、スペインのガルシア地方っていうところあるんですが、ガリシア語とブラジル、ポルトガル語の方が私は音声的に似てるかなっていうふうに感じています。で、フランス語は、3億人くらいいるんです。もちろん、ベルギーだったりとか、アフリカの国々で、喋られたりとかしますし、国際機関でも、公用語とにもなってるので、まあ、非常に、スペイン語は5億人でフランス語の方が少ないんですけれども、歴史的な優位性っていうんですかね。フランス語の方が地位が高いというのが現実かなっていうふうに思います。で、イタリア語はもう本当にスイスの南の方と、まあ、サンマリノとバチカンぐらいでしか、とイタリア本国でしか喋ってないので、まあ、約8000万人ぐらいの言語です。ただどうしてこんなになんていうんですかね、NHK のラジオ講座にもなるかなというのは、やっぱりどうしても音楽や芸術とか、ファッションの分野でどうしても重要な地位を占めているので、なのでイタリア語っていうのは、よく勉強される方が多いと思います。で、ルーマニア語は本当に勉強してる人、すごいめちゃくちゃ少ないと思われます。私あんまり日本でっていうか、ルーマニア語を勉強してますという人に会わないので、まあ人にほとんど会ってないからあれなんですけど、まあ聞かないので、ルーマニア語はスペイン語やポルトガル語とかフランス語とかイタリア語とちょっとかけ離れた、文法とか語彙構造を持っていますが、喋られてるのはルーマニアとモルドバなので、2400万人ぐらいいらっしゃるということです。で、こうしてみると、まあ、ロマンス語っていうのは、いろんなところで喋られてる、まあ、言語なんですけれども、ロマンス語というまあ、ロマンス語っていうのは、すごく英語にも影響を与えた言語で、それで、皆様よくこの話は聞くかと思うんですけれども、ゲルマン語系の言葉としては、農場にいる動物、例えば、ピッグとかカウとかシープとかっていうのは、
ご存知だと思うんですけれども、これって、支配される人たちが使っている言葉で、それは1666年ぐらいのノルマンコンクエスト、で、英語が、そのロマンス語が大きな影響を与えた、きっかけになりますね。フランス北部のノルマンディー公のウィリアムがイングランドを征服して、で、それで、その、支配する側の人たちがみんなこうフランス語を喋るようになるっていう、まあ実際にはそのアングロノルマン語って言うんですが、そういう言葉を喋るようになって、で、まあ貴族とか支配者層は、上の階級の人はみんなフランス語っぽいのを喋るという、ことになって、で、そのために、この食事に使われる言葉は、フランス語から来たんですね。ポークもそのフランス語のポークから来て、ビーフはブッフから来てっていう風に、フランス語からこの食べる、その料理になったものは、フランス語源のものが、圧倒的に多くなってしまいました。で、じゃあ、支配されてる人たちは、その、ポークやビーフや食べなかったのかというと、食べてたんですけれど、その時は、いわゆる英語でピッグを食べる、カウを食べると言っていたそうで、この、フランス語源の言葉は使っていなかったそうです。で、そういう由来から、まあ、その、ロマンス語系の、影響ってものすごく強いということがちょっとお分かりいただけるかなというような感じで。で、それから、まあ、フランス語というか、まあ、古代フランス語ですね。フランス語を勉強された方結構いらっしゃるからご存知かもしれないですけれども、フランス語から来た言葉っていうのが、まあ、例えば、ジャスティスって英語のものもフランス語からの言葉ですね。で、ロイヤルもフランス語から来ています。で、法廷っていうのも、まあ、綴りは違いますけど、古いフランス語から来てます。で、まあ、特に、食べ物によく顕著に、現れるかなっていうふうに私はちょっと思ってるんですけど、まあ、自分が食べるの好きだからなのかなんか知らないですけど、そう思うんですけど、まあ、キュイジーヌっていう言葉、これ英語にもなっていますよね。で、これは、もともとその、フランス語の、ことから来た、単に食べ物のことを指すんじゃなくて、特定の地域の料理のスタイルのことを指すというふうにフランス語から入りました。で、スープは、もともと古いフランス語もそのスープって言ったんですけど、これパンをスープにつける、こう、出汁という意味だったんですね。そっから、まあ、英語に入ってスープというふうに、言われるようになったんですね。で、このディナーという言葉ですけれども、古いフランス語ではディスネールって言うんですが、このディスというのは、断ち切るっていう意味があって、で、まあ、話すとか終えるとかっていう意味で、で、もともとは断食するのをやめるという意味だったんですね。ネールの方は、ジュネールと言って、こう、食べ物の断食するという意味だったんですけれども、ラテン語で。で、断食をやめた後に食べる食事がディナーだったんですね。で、なので、実際問題は結構、宗教とか、そういうところに、ものすごく、影響された言葉が、変化していって、英語のディナーになっていったっていうことなんですね。で、ベーコンはまあ、これも、古いフランス語から取ったような言葉なんですね。で、私、これ、一生懸命下書き書いたんですけど、結局のところあんまり見ずに、時々ちょっとパワーポイントをめくらないといけないから、そのタイミングだけはちょっと見てるんですけど、ほぼほぼちょっとこう、適当に言っているので、間違ったこと言ってたらちょっと止めてくださいね。
で、で、そして、なぜロマンス語というふうに言われるようになったかということなんですけれども、ロマンスといえば私たち想像するのって、恋愛とか、そういうことを思いますけれども、もともとは俗ラテン語でその書物が書かれていたり、俗ラテン語っていうのはそのラテン語を皆さんその昔は喋っていて、で、その言葉から口語が生まれるので、みんなが一般的に喋っている言葉が、ものに書かれたりとか、小説とか騎士道物語とか、昔の戦争ものの物語とか、口実筆記で、書かれたりとかして、書物が定着するようになって、その騎士道の物語の中には、恋愛もあっただろう、みたいなところからちょっと来てるみたいなんですが、このロマンスってもともとは、ロマティケロックイだったかな。ローマ風に、話すというラテン語なので、で、そこからローマティケという言葉が変化してロマンス語を指すようになったということなんですね。で、そのロマンス語から派生した言語っていうのは、これが昔の、あれですね。そのアルファベット文字だったんですね。B とかは今も見えますね。見えますね。で、そのロマンス語やラテン語から派生した言語なので、ものすごくたくさんのラテン語から派生した言葉があるんですね。今もさっきルーマニア語とかって言いましたけど、サルディニア語とか、っていう言葉もカタルニア語とかもあって、いろんな、ロマンス語が、本当にたくさんあって、で、主要なロマンス語だけで、これだけあります。さっき言ったカタルーニャ語が入りますね。で、どこで喋られているのかというのも書いてありますが、そうですね。で、面白いのが、アフリカって言ったら、要するにアラブ地域の人たちって、アラビアを喋れなかったらフランス語をちょっと喋ったりするんですが、結構漢詩を抜かして喋るので、何を指してるのかわからんっていうことがあったりとかするんですけども、でも、例えば、お手洗いはどこですかって言ったときに、英語通じなくても、トワレットって言ったら結構通じたりとかするので、結構今も皆さん勉強してる、英語より勉強してるような感じは印象としては受けます。そして、これ以外にも本当に細かいんですが、私がちょっと知っている限りは、こういう言葉もあります。先ほど、どちらかといえば、ブラジル、ポルトガル語に近いといったガリシア語からオップ語というフランス語の南部の言葉があって、なぜオップ語になったかっていうのは、これイエスがオップっていうので、オップ語になったんですね。で、サルディニア語、ロマッシュ語はスイスでもう本当に端の方で喋ってる言葉、フリウリ語、ラディン語とか、アラゴン語とか、ワロン語とか、ピエモンテ語とか、ナポリ語、シチリア語、ポリシカ語。これ絶滅の危機に瀕している言語もありますが、未だ現存しています。次に、この言語、そうですね。今も、俗ラテン語から派生した言葉で、これらの言葉があります。で、ちなみに全部は勉強していません、私は。一部しか勉強していません。それでですね、どなたかが、私に、ご質問いただいたんですけれども、イタリアには、たくさんの言語があるけれど、私は、どの言語を勉強しましたかという質問を受けたんですけれども、私はイタリア語の、今残ってる地域語は、ほぼ勉強しました。なぜかというと、イタリアに住んでるとき、イタリアに出張行ってるとき、地方の人とか田舎の人に話をするときに、全然、聞き取れなかったりとか、ちょっとしたことが聞き取れなかったり、ニュアンスがつかめなかったりするので、勉強しました。どれを勉強したかと言いますと、そのフリウリ語とピエモンテ語とナポリ語とシチリア語とサルディニア語は勉強しました。ラディン語も勉強しましたね。で、これ今喋れるかというと、喋るには多分何ヶ月か前かに声をかけてもらったら、
喋れるようにはするようにはあるんですが、いきなり今喋れと言われても多分喋れません。だから私が34言語喋れるとかできるとか知ってるとかっていうのは、こういう近しい言語を、いくつも知ってるので、それを数に入れたら増えちゃったみたいな感じなので、サルディニア語で、こんにちはっていうのは、ボナディエって言うんですけど、これちょっとポルトガル語に近くって、ポルトガルはボンディーアとかって言うんですけど、ちょっと似ていたりとか、あとフリウリ語はマンディーって言って、別にマンデーとは関係ないんですけれども、神の本手っていうんですかね、神の手っていう意味で、やーとかありがとうになるらしくって、で、それはやっぱり私ここの地域行きましたけど、これちょっとベネチアの上ぐらい、ベネト州の上ぐらいで、ほんの少しの人が喋ってる言語なんですけど、非常に宗教に対して真剣な人たちが多くって、そういう言語を守ってらっしゃる方もいてて、で、ラディン語は、それよりももうちょっとブルーで書かれてる、このほんとちょっとの地域で喋られているだけです。でも、皆さん、いわゆるイタリア語を喋れるので、方言を覚えないといけないということはないんですけど、基本私は、そこの地域に行ったら、そこの人と仲良くなりたいのでと思って、やっぱり勉強しました。で、ピエモンテは、どっちかというとトリノのちょっと上ぐらいかな、にあるんですけれども、こんにちは多分チェレアって言ったと思います。で、チャオっていうのをチャウっていう人が結構多いです。それからさようならはアデューって言ってどっちかというとフランス語に近い語彙が入ってたりとかします。ピエモンテはそうですね。で、ナポリはめちゃくちゃカジュアルなんですね。ウェイとか言ったらこんにちはになるんで。で、シチリア語がちょっと私は地理的なんですけど、アラブとかスペインとか、ああいったところの影響を言語的に受けてるかなっていうふうには思いました。なぜかというと、こんにちはっていうのは、もちろんチャウみたいなことは使うんですけれども、サルターンとかってちょっとアラブっぽい感じな言葉を使うのと、サビニエリカっていう、ちょっと年配の人に向かって、年上の方と挨拶する言葉も別途あるので、やっぱりそういうちょっとアラブ的なもの、スペイン的なもの。で、スペイン的なものっていうのは、要するに、スペイン語は、一旦そのアラブに、支配されてたことあるので、語彙に結構スペイン語に入ってるので、その影響からちょっと来てるのかなというふうに思います。そういったのが、言語を勉強しました。で、スペイン語の方言っていうか、カタルーニャ語は方言に当たりませんけど、スペイン語もそのガリシア語だったりとか、地方の地域語っていうのはいくつか勉強しました。フランス語も多少その地域語的な言葉は多少勉強しました。けど、そんなに使うこともないので、現地に行くかなっていう時にちょっと思い出したりとかします。で、なぜこのイタリアにこれだけもっとあると思うんですけど、これだけの地域語っていうのが残っているかと言いますとですね、もともとイタリアって統一する気は全くなかったもので、古代ローマ帝国の崩壊後にですね、イタリア半島は長い間も統一されることなく、それぞれ地域で独立するっていうことと、地理的な問題があって、この山脈があったり、相手から守れるようなそういう地形だったので、あえて一緒になってどうかしましょうみたいな意思が全くイタリアにはなかったので、だからイタリアに旅行された方はご存知だと思いますが、イタリアはその地域ごとに結構そこの地域色がすごく強い。大阪が濃いとかっていうのの比じゃないぐらい、濃いですね。それぞれの独特な文化があります。で、基本的にもともとラテン語から派生した言葉なので、中世ぐらいにイタリアを統一しないといけないとかっていう風になって、で、イタリア語の標準語は、中世のフィレンツェを中心とするトスカーナ地方の言葉を、標準語化するようになるんですけども、それはもう、ダンテとか、その有名な、偉大な文学者たちが、トスカーナ方言で、書物を書いたので、なので、そういうふうにしようか、みたいなことになって、
まあ、標準語が、まあ、トスカーナ方言になったんですけども、まあ、標準語はあくまでの、まあ、目安なので、イタリア統一後、1815年から1871年ぐらいまでの、なんかまあ、なかなか、統一できずにちょっと不安定だったようです。なので、こんなに地域語が、残っているということですね。今、イタリア語がこう、現在の形に統一されたのが1861年くらいと言いますから、割に最近なので、まあ、そういうふうにね、その統一されてからも結構言葉の面では揉めたようなんですね。で、なんで、私ちょっと喋り続けて、1時間ぐらい経ったので皆さんお疲れじゃないかと思うので、5分間ぐらい休憩入れましょうかね。マルチリンガルというのはどういう脳みそはどういうことなんかということを少しだけちょっとお話ししたいと思います。